皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは日本の学校パート2です。前回は日本の学校パート1ということで、日本の学校についていろんな制度だったり、時間割とか、その他日本の学校でよくあるイベントなどをお話ししました。まだパート1を聞いていないという方はそちらもぜひ聞いてみてください。前回のエピソードだけではシェアしきれなかったこともたくさんあるので、今回はそこをもっと、いろんなことについてお話ししていこうかと思います。今回お話ししたいことは3つあります。それは校則、給食、そして掃除、この3つです。校則は学校のルール、給食はランチ、掃除は、クリーニングです。この3つについてお話ししていきます。日本のアニメ、ドラマ、映画などを見たことある方は、なんとなくイメージができるというか、こんな感じかなっていうイメージがあるかと思います。ですがそれが本当の日本の学園生活かどうか、リアルなのかっていうのはあやふやな部分もたくさんあるかと思います。なので今回は私が体験した実際にどんな感じかっていうのをお伝えできればなと思います。今から話すことは私が体験したことと、あとは周りの友達だったり周りから聞いたことなど、そういったものを含めてお話ししていきます。ではまずは校則からです。校則というのは、各学校にある従わないといけないルールです。各学校が決めています。なのでこれは通う学校によって本当に様々です。いろんなルールがあります。ですが大体このルールはどこにでもあるよねっていうものもあるので、そういったものもお話ししていこうかと思います。私の個人的なイメージとしては、公立の学校の方がルールが緩くて、私立の学校の方がいろんな細かいルールがある気がします。では日本の学校の校則なんですが、基本的に小学校に校則ってあんまりない気がします。あるのは中学校と高校です。大学ももちろんないです。いろいろ自由です。日本のその中学校、高校には本当に意味のわからないルールがたくさんあります。意味はあるかもしれないんですけど、その子供たちにとったらなんでっていう、そういったルールが本当にたくさんあります。海外から見たら、日本人以外から見たら、なるほど、こういう文化があるのねとか、日本の学校はこういうルールがあるんだっていう風に、その異文化として受け入れることができるかもしれないんですけど、日本の学生からしたら全然意味わからなさすぎて受け入れることはできないっていうまま、その学生生活を送っている方が多いかなと思います。ではまず一つ目は制服に関する校則です。ほとんどの中学校、高校では制服があります。私の小学校は制服がなかったんですが、制服がある小学校もあります。基本的には私立の学校は小中高全部制服があって、公立の学校はだいたい中学校、高校はあるかなと思います。で、この制服にはいろんなルールがあります。まず女子生徒の制服なんですが、女子生徒のほとんどはスカートを履いていると思います。それが制服っていう学校が多いと思います。そしてこのスカートの長さなんですが、膝上とか膝丈とかそういう長さが決まっています。学校によって多少幅はありますが、長さが決まっています。スカートの長さが決まっているというかは、その膝の丈みたいな、膝上何センチまでという感じで、制服はオーダーメイドで作られるんですが、基準があります。そして、多くの
特に女子高校生とかになるとスカートはちょっと短く履きたいっていう学生が多いです。なんですけど長さは変えてはいけないというルールがあって、で短くしていたら先生に注意されます。みんなだいたいスカートの上の部分を何回も折り曲げて短く履いています。そんなめちゃめちゃ短くするとかじゃなくて、ちょっとだけ短くするみたいな学生、女子高校生が多かったです。私はその折り曲げるっていうのがもうめんどくさくて、長さが決まってるんですけど、そこから少し短くもう切りました。切ってもうそれで履いていました。でもそれで注意されたことはなかったので、別にめっちゃ短いスカート履いていたとかではないです。こんな感じでスカートの丈の長さが決まっているので、短かったら、先生方に注意されるっていう感じです。これも本当にその長さは学校によって違うんですが、自分の好きな丈、スカートを長くして履きたいとか短くして履きたいとか、自分の好きなようにアレンジしていいっていう学校はほとんどないかなと思います。ほとんどないっていうか少ないかなと思います。日本の学校の制服が可愛いとか聞いたことあるんですけど、現実全然そんなことはないです。制服のデザインは決まっているので、学校によっていろんなデザインがあるので、その学校によって可愛いものももちろんあるんですけど、あんまり最近の子が好きそうなデザインではないよねみたいな学校もあります。あとは冬に出てくる問題なんですけど、ジャケットとかセーターとかそういったものもあります、制服で。でこれなんですけど、この学校が指定しているセーターとかジャケットが一番暖かいとか一番着心地がいいっていうわけではないです。なんですけど、それ以外着たらダメっていうルールがある学校もあります。でそれ以外着る一つの理由としては、もうちょっとおしゃれに着たいとか自分のスタイルにしたいっていう学生も多いかと思うんですけど、多くの場合あったかく、もっと暖房機能のあるもっとあったかいダウンを着たいっていうので違うジャケットとかを着たいっていう学生が多いんですけど、それもダメっていう学校が多いです。女子だとスカート履いてて、スカートめっちゃ寒いのにタイツを履いたらダメとか、長い靴下を履いたらダメとか、そういったマジで意味のわからないルールがある学校もあります。私の行ってる学校は比較的そういったルールは緩めだったので、タイツを履いたらいけないとかっていうルールはなかったんですけど、でも学校に行くとき、登校するときに、このダウンジャケットはいいけどこれはダメとか、このセーターは着ていいけどこれはダメみたいな、そういったのがありました。あとは黒とか紺とか暗めの色は OK やけど、ベージュとか例えばピンク色とか明るい色はダメみたいな、そういう色の指定もありました。着ていい着たらダメっていうのはわかるんですけども、色ぐらい何でもよくない。本人が着たいようにもう好きな色したらええやんってめっちゃ思ってたんですけど、これも学校によっていろんなルールがあります。街で見る高校生は可愛い制服を着て自分の好きなように着ているっていう姿を見るかもしれません。なんですけど、それは学校用と遊び用に分けている学生が多いです。学校に着ていく用のちゃんとした制服と、あとは遊ぶ時用に好きなようにちょっとアレンジしたり、スカートちょっと短くしたりとか、そういう遊ぶ用の制服っていうのを持っている学生も結構います。なので街で高校生を見たら、あんな風にあんな感じの制服めっちゃ可愛いな、自分の学校もあんな制服やったらよかったのにって思う場合もあるかもしれませんが、必ずしもその街で見かける姿で学校に通ってるとは限らないです。では次はスマホです。スマホのルールです。スマホは授業中には触ってはいけないっていうのはほとんどね、世界共通かなって思うんですけど、スマホを学校に持って行ってはいけないという学校もあります。私の学校はスマホは持って行って OK でした。授業中にその通知音が鳴らなかったり、授業中にスマホを使わなかったら OK だったんですけど、
スマホ自体学校に持っていくこと自体禁止されている学校もあります。でももちろん今を生きている10代の学生がこのルールに従うわけないですよね。なので私が学生だった時も禁止している学校に通っている友達とかももちろん持ってってました。でみんな、音は切っておいて先生たちがいないところで使うとかそういった風にしていました。でもね、これはもう今はどうなんでしょうね。スマホなしで生きている人なんていないし、みんなもスマホ中毒ぐらいスマホないと生きていけないと思うので、学校に持ってきてはいけないっていうルールを課している学校は少ないかなと思います。減ってきている気はします。絶対に電源を切っておけみたいな感じに変わってきている気がします。これは予想でしかないんですけど。では次、髪型やメイクのルールです。まず髪型も結構いろんなルールがあります。ほとんどの学校では染めてはいけないというルールがあります。10代なんていろんな髪型、髪色にしたくなる時期かなと思うんですが、日本の学校ではそうしてはいけないというルールがあります。染めてはいけないし、パーマもダメです。日本人はストレートな髪の毛を持っている人が多いかなと思うんですけど、その場合はちょっとくるくるにしたいなってことでパーマを当てる人もいるかと思うんですが、この髪の毛を少しくるくるにするパーマもダメです。学校によって厳しさは違うんですが、基本ナチュラルな髪以外はダメです。人によってはナチュラルに髪型が少しくるくる、パーマがかかっているようなヘアスタイルだったり、髪色が黒ではなくて茶色だったり少し明るめの髪の毛の子もいますよね。で、そういった場合は入学するときに、中学校や高校に入学するときに、私の髪の毛は少し茶色いですみたいな感じで書類を提出しないといけないです。事前に申告しないといけないです。そうでないと後から先生においお前なんで髪の毛染めてるんや、黒に戻してこい、なんでパーマ当ててるんや、ストレートにしろみたいな感じで言われます。で、ここで意味がわからないのが、パーマはダメなんですけど、くるくるの髪の毛をストレートにするストレートパーマとか宿毛矯正は OK です。そして髪の毛を明るくする、茶色くする、金髪にするっていうのはダメなんですけど、もともと茶色い子が黒に染めるとかは OK です。確かに全体的に見たら黒髪でストレートの人が多いです。それは間違いないです。なんですけど別に変えたかったら変えてもいいしって思うんですけどね。子供の時にする必要はないみたいな感じで大人になってからすればいいじゃんって思う人もいるかと思うんですけど、別に何歳であってもしたかったらしたらよくないって思うのが私なんですけど、こういったルールが多いです。本当に日本の学校に多様性なんて全くないし、日本人の見た目はこうあるべき、日本人の中学生高校生はこうあるべきっていう概念をもう一気に植え付けられます。もちろんそれにずっと縛られてるわけではなくて、大学生とかになったら本当にいろんな風にやる方が多いんですけど、中学校高校はこんな感じです。あと男子だったら髪の毛のロングはダメとか、なんか長さが決まってたりします。これ以上長かったら髪の毛を切れみたいな感じで長さが決まっていたり、あとは2ブロックっていう髪型があるんですが、それはダメとか、もう本当に細かい設定ルールがある学校もあります。そして高校生ぐらいになったらひげが生えてくるのかな、そう思うんですけど、ひげも生やしたらダメ、剃ってこいみたいな感じで言われる場合もあるみたいです。このルールも聞いたことがあります。私が通っていた学校は髪の毛を染めるのはダメだったんですけど、あとは基本的に自由で全然 OK だったんですけど、多くの私立の学校ではメイクをしたらダメっていう学校がたくさんありました。高校生ぐらいになったらね、なんかちょっとクマがあったら隠したいし、ニキビができたら隠したいし、唇の色もちょっと今日色ないなと思ったらなんか赤くしたりピンク色にしたりとかいろいろやりたくなる時期かと思うんですが、日本の学校では何もしたらいけないっていうルールがたくさんあります。
これはどうなんですかね、本当に。今はもう変わってきてるんですかね。変わってきててほしいなって思います。メイクしたかったらしたらいいし、したくなかったらしなくていいし、髪の毛も染めたかったら染めたらいいし、染めたくなかったら地毛のままでいいしっていう、なんでここを規制するんだろうって未だに思います。あと、バイト禁止、アルバイト禁止、この校則がある学校もありました。高校生はバイト、お金稼ぎではなく勉強に集中しろというところから来ていると思います。で、これは、わかるっちゃわかります。私の学校はバイト OK だったんで、私も高校1年生からずっとバイトをしていました。ですが、私の友達が通っていた学校とかは禁止っていう学校もありました。バイト禁止とかスマホ持って行ってはいけないとかっていうルールはもう意味なくて、バイトする人は知ってるし、他に部活動とかで運動してる人はしてるしっていう感じでした。このバイトしてはいけない学校に通っていた子は、先生たちがそのお店に来てバレるっていうのを防ぐために、学校から少し離れたとこで、家から少し離れたとこでバイトをしていたり、飲食店とかだったら接客とかレジとかのバイトではなく、キッチンとか中で料理を作る、直接お客様と出会わない、そういったバイトをしている子がたくさんいました。皆さんはそれぐらい当たり前じゃないって思うルールもあるかもしれないし、何そのルールっていう意味わからないルールもあったかと思います。こういったのが日本の学校によくある校則です。では次、給食です。給食はランチですね。お昼の時に食べる、ご飯を給食と言います。正直子供からしたら給食っていうのはめっちゃいいことだけではないです。なんでかっていうと、給食ではもちろん嫌いなメニューも出ます。嫌いな野菜とかそういったのも出てきます。なのでそれを食べないっていう選択肢もあるんですけど、ほぼ強制で一口は食べなさいとかっていう先生もいました。私の先生も結構一口は食べなさいっていう先生が多かったんですけど、もうめっちゃどうしても食べれない、本当に嫌いなメニューが一つあって、それだけは本当に一口も食べなかったです。結構頑固な子だったなって思います。でも一回食べたことがあって、それで本当に吐きそうになって、そっからもう何があっても食べないっていうのを心に決めて、小学校の6年間一回もそのメニューが出た時は口にしなかったです。こんな感じで嫌なこともあるんですけど、基本的には子供が取るべき栄養素とかがきちんと考えられたメニューです。アメリカとか他の国はわからないですが、聞いたことがあるもの、ドラマで見たことがあるのってカフェテリアがあって、みんながそこに行って、好きなメニューを取って食べるっていう、なんかビュッフェ的なそういうスタイルかなって思うんですけど、日本の小学校中学校は給食という学校が多いです。給食を食べるのはそういったカフェテリアに行くんではなくて、自分の教室で自分の机で勉強しているところで食べます。で、先ほど栄養が整ってるって言ったんですけど、すべての給食のメニューは栄養士の方が毎日違う献立、違うメニューを考えてくれていて、それに沿って調理をしてくれる方がいて、それを食べます。生徒は料理するわけではなく、もちろんもう完成されたやつが出てきて、それをみんなで食べます。この給食を食べるときなんですが、生徒たちがみんなで準備をします。なんか大きな器にご飯が入って、それが教室の前まで運ばれてくるんですね。で、それをその給食当番っていうのがあって、当番の人がみんなのお皿に配っていきます。飲み物として牛乳があるんですけど、その牛乳もみんなの机に当番の人が配って、当番でない人はみんな列に並んで1個ずつおかずを取ってご飯を取って、で机に戻って食べます。で、これも量とかも決まっているので、嫌いなもの、食べたくないものは減らして大丈夫なんですけど、これめっちゃ好きだからめっちゃ食べたいみたいな感じで、その欲張りになることはできなくて、もう決まった分だけ食べます。で、ここで一つなんですが、その量が決まっているので、
そしてめっちゃ食べたとしても基本的には栄養バランスが整った健康的なメニューなので、日本人の子供が太るわけないよなっていうのを一つ思いました。基本的には学校でお菓子は食べてはいけないっていうルールが小学校とか中学校にはあったので、その学校にいる間は給食のそのお昼ご飯以外何も食べられないんですよ。そしてなんか体育の授業とかあってめっちゃ運動とかしたりするので、日本の子供が太るわけないよなっていうのをなんか今これ喋ってて改めて思いました。で、この給食なんですが、このみんなで協力しながら何かを準備するっていうことと、あとは健康的な食事を学ぶ場だなって思います。なんか一生ピザを食べてるとかフライドポテトを食べてるとかではなく、もう野菜がたくさん入ったお肉とかお魚とかたくさん入ったもの、そういったものが出てくるので、大人になってから一生使えるようなそのベースとなる健康的な食事を無意識のうちに体に取り入れてるなって思いました。日本には給食というランチがあって、ここで毎日健康的なちゃんとバランスが整った栄養が整った食事を子供たちが毎日します。そしてここでみんなで協力し合って準備したり片付けたりするので、ここで協調性とか協力し合うっていうことも学べるなと思います。そして最後に掃除です。これも子供からしたら絶対にやりたくないですよね。私は小学校、中学校、高校と全部、掃除しないといけない学校でした。これも私立の学校とか行くと掃除してくれる方がいるのかなって思ったりしますが、基本的には、学生たちで学校、教室、トイレとかも全部子供たちが掃除します。掃除って大人になってからも絶対にしないといけないことじゃないですか。その住んでる家とかは。家政婦さんがいるとか、掃除は一切しない。もう誰かにやってもらうロボットがいるよみたいな。ルンバが家にいるよだから掃除は一切しないっていう方もいるかと思いますが、基本的にはみんな大人になってからも使えるスキルかなと思います。子供の時から掃除をすることによって、もう強制的にさせられることによって、普段からきれいに使おうっていうマインドが生まれてくるかなと思います。結局自分たちで掃除しないといけないから、じゃあなるべく汚さないようにしようとか、どうせやるならもう早く効率的にきれいに掃除パッパッと終わらそうみたいな感じとか、トイレとかも掃除しないといけないので、もう絶対にまず掃除するのも嫌だけど、汚いトイレを掃除するっていうのもめっちゃ嫌じゃないですか。だからトイレもそういう公共の場もみんなできれいに使おうっていうマインドがどんどん生まれてくるかなと思います。掃除するのは嫌だけど、よくよく考えてみれば、これがあったからこそきれいに使おうっていう、街をきれいに保とうっていうマインドが生まれてきているかなと思います。そしていろんな学校生活を通してみんなで協力してやらないといけないっていうところから、個人主義っていう自我爆発みたいな感じよりかは、集団の意識、集団を考える社会を、自分を含めた社会を考えるっていうマインドが芽生えるかなと思います。今回は日本の学校についてお話ししました。今回は第2弾ということで、以前のエピソードでシェアしきれない部分がたくさんあったので、追加でいろいろお話ししてみました。校則という学校の中での、ルールは本当に今でも理解できないぐらいたくさんルールもあったりしますが、あと給食も絶対に食べないといけないみたいな、そう強制されることもありますが、振り返ってみればいろいろいいこともあったよな、こういう経験があったからこそ今につながってるよなって思えることもたくさんある気がします。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい方、またはチャンネルをサポートしていただける方がいましたら、ぜひメンバーシップへの加入お願いいたします。
今回はここまでになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。